皆さんこんにちは、ほのぼのです。今回のエピソードは前編と後編に分けてお届けします。前編では私が痔になった話と病院でのあれこれをお届けします。そして次回の動画で後編の痔の原因と私が気づいた大切なことをお届けします。前編後編とも楽しく聞いていただけたら嬉しいです。皆さんはレストランやカフェでご飯を食べるとき、もしくはコンビニやスーパーなどでご飯を買うとき、食べるものをどうやって選んでいますか？太ってしまうからとカロリーを確認しますか？肌荒れやニキビができてしまうからと添加物が入っていないかを確認しますか？突然ですが、実は私、痔です。痔とは肛門、つまりお尻の穴にできる病気のことです。肛門の痛みや出血、便秘や下痢など、肛門や便、つまりうんちに症状が出ます。痔にはいろいろな種類があります。一つはイボ痔です。肛門にイボができるタイプの痔です。イボとはできもののことです。皮膚がぷっくりと盛り上がっている状態です。二つ目は切れ痔です。肛門の皮膚が切れてしまった状態です。私はこれです。他にも痔瘻というものもあります。このお話の冒頭で私が皆さんに食べるものをどうやって選んでいますかと聞いた理由が、私自身痔なので食べるものを気にしていた過去があるからです。私は2年前くらい、2023年の10月頃から便秘になりました。急なことでした。突然便が硬くなり、お尻の穴、肛門が切れるようになったんです。肛門が切れるようになるまでは、それはものすごく快便でした。何がとは言いませんが、それはもう立派な〇〇でした。肛門は粘膜なので、通常であれば切れてもすぐに傷が塞がります。ですが、私の場合は、便がずっと硬い状態が続いてしまっていて、傷が塞がる時間がありませんでした。便は私たちの意識とは関係なく、毎日出てくるものですからね。なかなか治らないので、私は病院に行くことにしました。病院では肛門の検査の結果、お医者さんに確かに便が硬く切れているねと言われました。飲み薬と肛門に注入するお薬が処方されました。飲み薬は毎晩3錠、肛門に注入するお薬は毎晩お風呂上がりに入れることになりました。薬のおかげか、その時は症状がだいたい1ヶ月くらいで良くなりました。ただ、薬を飲まないとすぐに便が硬くなってしまっていました。再診のため病院に行くと、体質だからずっと薬を飲む必要がありますと言われました。私はとってもショックでした。なぜ今までとても調子の良かった便、私の体が急にこんな風になってしまったのか。また少し不信感も持ちました。死ぬまでずっと薬を飲み続けるのって変じゃないと
今までは普通にいいうんちが出ていたのになぜと。ある時、私は風邪をひいたので内科に行きました。そこでその先生に肛門や便のことについて相談してみました。その際、先生から前の病院とは違う飲み薬を勧められました。しばらくこの薬を飲んで様子を見てみましょう。とてもいいお薬ということでした。そのお薬は粉の薬で、味噌汁やジュース、水に溶かして飲みます。その先生は私が赤ちゃんの時から通っていた病院の先生です。なので先生を信じて薬を飲んでみることにしました。しばらくその薬を飲んでみると、いいうんちが出るようになりました。前の薬の時は下痢になってしまうことも多かったです。ですが、新しいお薬で下痢になることはほとんどなくなりました。私にはこの薬が合っていたのだと思います。けれど、私は肛門が切れるのが癖になっていました。少しでも便が硬いとすぐに切れてしまうのです。お尻が1ヶ月に一度は必ず切れていました。長い時は切れた状態が1週間くらい続きました。とても痛いし、排便にストレスを感じていました。切れて痛い思いをするのが怖くて、なるべくならトイレに行きたくなかったです。便意が来ないでほしいとも思いました。便意はあってもすっきり出せないストレス。言いづらいのですが、うんちを出した後ってなんていうかすっきり感がありますよね。それを2年くらい感じられないのは私にとってとてもストレスでした。あまりにも切れるので、また別の病院に行くことにしました。なぜなら新しいお薬を出してくれた先生は肛門科の先生ではないので、注入軟膏というお尻に入れる薬を出すことができないからです。そこで私は肛門科の先生に注入軟膏をもらいに行きました。ここで問題が起きます。注入軟膏をして4日ほどで切れなくなったのですが、突然皮膚に赤い発疹ができてしまったのです。発疹はお腹や胸、肩、脇の下にできてしまいました。調べてみると、注入軟膏の副作用に発疹がありました。おそらく接触皮膚炎症候群だと思いました。先生にも確認しましたが、この赤い発疹は2、3ヶ月したらなくなるということでした。発疹ができてしまった時は、跡が残ってしまったらどうしようとショックでしたが、先生の言葉を聞いて少し安心しました。今はお尻に注入する薬はやめました。発疹は少しずつ薄くなっているような気がしますが、今も完全には消えていません。なので少しの不安はあります。ですが、できてしまったものはしょうがないので、気長に待とうと考えています。前編はここまでです。今日は私が痔になった話と病院でのあれこれについてお話ししました。次回の動画では後編、痔の原因と私が気づいた大切なことをお話しします。次の後編もぜひ聞きに来てくださいね。では、今日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。
また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆さんこんにちは、ほのぼのです。今回のエピソードは前編と後編に分けてお届けします。前編では私が痔になった話と病院でのあれこれをお届けします。そして次回の動画で後編の痔の原因と私が気づいた大切なことをお届けします。前編後編とも楽しく聞いていただけたら嬉しいです。皆さんはレストランやカフェでご飯を食べるとき、もしくはコンビニやスーパーなどでご飯を買うとき、食べるものをどうやって選んでいますか？太ってしまうからとカロリーを確認しますか？肌荒れやニキビができてしまうからと添加物が入っていないかを確認しますか？突然ですが、実は私、痔です。痔とは肛門、つまりお尻の穴にできる病気のことです。肛門の痛みや出血、便秘や下痢など、肛門や便、つまりうんちに症状が出ます。痔にはいろいろな種類があります。一つはイボ痔です。肛門にイボができるタイプの痔です。イボとはできもののことです。皮膚がぷっくりと盛り上がっている状態です。二つ目は切れ痔です。肛門の皮膚が切れてしまった状態です。私はこれです。他にも痔瘻というものもあります。このお話の冒頭で私が皆さんに食べるものをどうやって選んでいますかと聞いた理由が、私自身痔なので食べるものを気にしていた過去があるからです。私は2年前くらい2023年の10月頃から便秘になりました。急なことでした。突然便が硬くなり、お尻の穴、肛門が切れるようになったんです。肛門が切れるようになるまでは、それはものすごく快便でした。何がとは言いませんが、それはもう立派な〇〇でした。肛門は粘膜なので、通常であれば切れてもすぐに傷が塞がります。ですが、私の場合は、便がずっと硬い状態が続いてしまっていて、傷が塞がる時間がありませんでした。便は私たちの意識とは関係なく、毎日出てくるものですからね。なかなか治らないので、私は病院に行くことにしました。病院では肛門の検査の結果、お医者さんに確かに便が硬く切れているねと言われました。飲み薬と肛門に注入するお薬が処方されました。飲み薬は毎晩3錠、肛門に注入するお薬は毎晩お風呂上がりに入れることになりました。薬のおかげか、その時は症状がだいたい1ヶ月くらいで良くなりました。ただ、薬を飲まないとすぐに便が硬くなってしまっていました。再診のため病院に行くと、体質だからずっと薬を飲む必要がありますと言われました。私はとってもショックでした。
なぜ今までとても調子の良かった便、私の体が急にこんな風になってしまったのか。また少し不信感も持ちました。死ぬまでずっと薬を飲み続けるのって変じゃないと。今までは普通にいいうんちが出ていたのになぜと。ある時、私は風邪をひいたので内科に行きました。そこでその先生に肛門や便のことについて相談してみました。その際、先生から前の病院とは違う飲み薬を勧められました。しばらくこの薬を飲んで様子を見てみましょう。とてもいいお薬ということでした。そのお薬は粉の薬で、味噌汁やジュース、水に溶かして飲みます。その先生は私が赤ちゃんの時から通っていた病院の先生です。なので先生を信じて薬を飲んでみることにしました。しばらくその薬を飲んでみると、いいうんちが出るようになりました。前の薬の時は下痢になってしまうことも多かったです。ですが、新しいお薬で下痢になることはほとんどなくなりました。私にはこの薬が合っていたのだと思います。けれど、私は肛門が切れるのが癖になっていました。少しでも便が硬いとすぐに切れてしまうのです。お尻が1ヶ月に一度は必ず切れていました。長い時は切れた状態が1週間くらい続きました。とても痛いし、排便にストレスを感じていました。切れて痛い思いをするのが怖くて、なるべくならトイレに行きたくなかったです。便意が来ないでほしいとも思いました。便意はあってもすっきり出せないストレス。言いづらいのですが、うんちを出した後ってなんていうかすっきり感がありますよね。それを2年くらい感じられないのは私にとってとてもストレスでした。あまりにも切れるので、また別の病院に行くことにしました。なぜなら新しいお薬を出してくれた先生は肛門科の先生ではないので、注入軟膏というお尻に入れる薬を出すことができないからです。そこで私は肛門科の先生に注入軟膏をもらいに行きました。ここで問題が起きます。注入軟膏をして4日ほどで切れなくなったのですが、突然皮膚に赤い発疹ができてしまったのです。発疹はお腹や胸、肩、脇の下にできてしまいました。調べてみると、注入軟膏の副作用に発疹がありました。おそらく接触皮膚炎症候群だと思いました。先生にも確認しましたが、この赤い発疹は2、3ヶ月したらなくなるということでした。発疹ができてしまった時は、跡が残ってしまったらどうしようとショックでしたが、先生の言葉を聞いて少し安心しました。今はお尻に注入する薬はやめました。発疹は少しずつ薄くなっているような気がしますが、今も完全には消えていません。なので少しの不安はあります。ですが、できてしまったものはしょうがないので、気長に待とうと考えています。前編はここまでです。今日は私が痔になった話と病院でのあれこれについてお話ししました。次回の動画では後編、
痔の原因と私が気づいた大切なことをお話しします。次の後編もぜひ聞きに来てくださいね。では、今日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。